はい、それでは皆さんこんにちは。テールズオブシリーズ IP 総合プロデューサーの富澤です。そして YouTube チャンネル管理人のトイくんです。はい、今日も始まりましたテールズオブ YouTube チャンネル。前回はね、感動したシーンをお届けして、僕らが感動して帰るっていうですね、それ得な回でございましたけれども、前回、予告だけさせていただきましたけれども、地域ごとの売上ランキング、発表しようかなと。まずは、総合ランキングを発表させていただいて、いきなりガチなやつですね。はい、10位から4位ですね。ではこちらです。なるほど。10位がデスティニー2、見ていただいて、9位がエクシリア、アビスここなんそうなんです。7位でファンタジアが来て、ベルセリアでデステリア。これはワールドワイド合算のあれになってるんですけれども、最近のタイトルが上位に来ているのではと思っていますね。まあ一方やはり25年の歴史があって繰り返しハードをまたいで発売されているという意味ではファンタジアも6位に入っている。そうだね。1位2位3位は、具体的にじゃあどれぐらいなのっていうところの数字もちょっとお見せできればと思います。はい、ではまず総合ランキングの第3位がこちらです。はい、テールズオブデスティニーと。はい、なるほどね。172万本。172万本ですか。はい、ディスティニーはほとんど日本なのではという、海外であんまり展開できてないタイトルそうなんです。時代的にもまだ日本中心だった頃のタイトルになりますので、日本すごいね。日本そうなんですよ。はい、ではまた続けて、はい、では総合ランキングの2位がこちらです。ベレン、はい、エスペリア。エスペリア、何本ですか？237万本ですね。すごい、200万本超えたんだ。200万本超えました。これもベスペリアはやはりXBOX 版と PS3 版、そして、HD リマスター、これらの合算ではありますが、リマスター版やらせていただいたことであれだけでも100万本突破しているというですね。そうなんです。この配信をされている頃には発表されていると思うんですけど、ベスペリアリマスターがなんと単体でも100万本超えたと、シリーズ初のワールドワイド完全同発の海外のユーザーさんには愛していただきながらも、同時に出せることっていうのはほぼなくて、完全に同時にプロモーションして同時に出すという初めて実現したというタイトルではあったので、いわゆる欧米地域の皆さんからの PS3 版ベースでプレイしたいというリクエストは非常に10年間にわたってすごく強かったので、やっと実現させていただけたっていうところもあったとは思うんですけれども、一本のゲームでより多くの方に遊んでいただきたいっていうのは作り手としてはもう素直なね、思いとしてありますし、ただね、ローカライズ含めてやっぱり同時にやっていくっていうものの大変さはベスペリアはリマスターであったというところから比較的やりやすいところではあったんですけど、それでも苦労いっぱいありましたね。言ってみればその次の新作としての今ライズは完全新作で同時っていうところを目指しているので、それなりのやはり苦労っていうのは当然ありますけど、今後はもうぜひそういったスタイルでご提供していきたいなというところもあるので、そういったところでのベスペリア230万本、素晴らしいというかありがたい数字だなと思ってね、改めて思いますね。その中でワールドワイドの1位というところで誰でしょう。発表させていただければと思うんですけれども、1位がこちらです。ユーズオブシンフォニア。やはりワールドワイドというランキングになった時にはシンフォニアが1位なんですか。これ数字何本ですか？240万本になりますね。あと3万本で順位が変動するやもしれませんし、この数字自体は実は海外の数字はどうしても遅れて日本側に届くという秋ぐらいの数字のデータなんですね。今リアルタイムに集計したらちょっと変わってる可能性はあるかなと。この1位2位はね、思いますね。あるけど、この段階ではシンフォニアが1位ということでね。シンフォニアってやっぱり海外のローカライズタイトルとしては本格的に展開された、ある意味初めてのタイトルというところもありまして、すごく多くの方に海外でもプレイしていただいて、その分すごく印象に残っているというコメントは、他の動画のランキングでもね、今までのアンケートでもたくさん結果として出てましたけど、やはり海外展開をしているタイトルだと、海外の方からも熱い思いとかコメントとかいっぱい頂戴しているので、同時にやっぱりそれを一緒に楽しんでもらう環境を作ることが僕らにとってこれからの目標だと思っているので、ワールドワイドで本当に数字をこうやって見ながら、作品作りをしながら
まあ一緒にこう楽しんでいただくファンに別にまあ国境の差とか、まあもちろん人種の差なんかなくてもみんなで一緒にこうテイルズっていうのが盛り上がっていくといいなと思いますね。いや本当ね、なんかやっぱり海外のユーザーさんと直接会うと伝えてくださるそのコメントの内容も厚さもほぼ一緒なんですよね。そうですよね。まあからこそ僕ら頑張んなきゃなっていうふうに思いましたので、ノリというか思いみたいなものを一緒にシェアできるといいかなっていうふうには思いますね。はい。今日はそのワールドワイドの目線だけじゃないんだよね。だけではないです。いろんな集計ちょっと地域別でいければと思います。次じゃあ日本とアジアでのランキングをちょっとお話を。ここから今度細分化していく。細分化していこうかなと思ってまして、まずは10位から4位がこちらです。ほう。10位がグレイセス。これグレイセス F も入ってますね。はい。そしてエクシリア、リバース、シンフォニア、アビス、ベスペリア、デスティニー続くか。なんか分析に時間を要しそうだね。はい。個人的なポイントかなと思ってるところは、シンフォニア、先ほど総合ランキングでは1位だったシンフォニアもう2位だったベスペリアも、日本とアジアだけのランキングにするとトップ3には入ってないっていうところが、まあちょっと個人的なポイントというか気になる点かなというふうに思ってますね。ちょっとこのエリアは数字は特に公開はしないですけれども、すげえ日本とアジアだけでもたくさん買っていただいてるなっていうのがまずね。大変だなと思った今から横道にそれたお話をするんですけども、その時大変だったこと、ですね、テイルズ・オブシリーズって移植したりリメイクしたりするとロゴが微妙に変わるんですよ。そうですね。はい。アビスの後ろのスコアの色が微妙に変わってたりとか、あと一番厄介なのがベスペリアでして。XBOX 版と、PS3 版でロゴの明るさが微妙に違うんですよね。知ってる。すげえリマスターの時どうしようかって、メーカー様に作っていただいたグッズがポンと私の手元に届くわけじゃないですか。どっちって思いながら、なるよね。色味の違いもはやって話だよね。とか、こういうものにこれとかロゴ入ってないですけども、こういうものに使っていこうってなった時に新旧どっちのロゴを使うんだ問題とか。わかります。まあね、なんかそんな視点ですいません作ってなくてっていうところがあって、まあ本当にね一個一個の作品出す時のコミュニケーションにまずは最大化するためにね違いを出したりっていうのがまあ当然あるんですけど、こうやって25周年ねずらっとまとめるとまあ管理というかね、こう整理するのは大変だったよね。まあね、タイトルが増える喜びでもあり悩みでもありという陽光道のお話でした。はい。ということでじゃあトップ3の発表にいければと思います。ではまず3位がこちらです。はい。3位がエターニア。はい。日本とアジアだけで120万本。これはワールドワイドの中でトップ10、8位ですね。はい。日本だと3位ということで、まあいわゆる3作目ですね。はい、シリーズではなるので、ある意味これも歴史のなせる数字とも言えるかもしれないですね。いわゆるその移植は PS2 から PSP への1回のみになるので、2本でその数字を達成した。本当に展開としては本当にそのかなり過去のところで閉じているわけではありますけれども、120万本と120万本いう数字になりますね。日夜のみで。はい。やっぱりでも今でもエターニアが一番好きですって方多いじゃないですか。多いですね。そういう方ってファンタジアからやっての3作目なのか、どういった層の方がやっぱりこう熱く支持していただいているのかっていうのは、前回もちょっと議論したところありましたけれども、昨今はいろいろな媒体でゲーム買っていただくことも多いじゃないですか。PC でのダウンロードだったりとか、フリープレイも含めて。なかなかやっぱりタイトルのパッケージのみの売り上げでこの数字っていうのはなかなかすごいことですよね。はい。なるほど。ということでエターニアが120万本で3位でした。では2位の発表で2位がこちらです。テイルズ・オブ・ファンタジア第1作ですね。こっちが2位に来たのか。そうなんです。で本数が133万本。でもエターニアと僅差ですね。僅差なんだ。13万本差ですね。はい。なんかさっきも話したけどファンタジアってもうかなりの回数そのねリメイクされて、でも2位なんだね。でも2位です。クレス見るとなんか主人公っていう主人公っていう感じがします。わかりやすいよね。感慨深いですよね。なんかその
ファンタジアとかを遊んでると、クレスってこうまだまだ作中で成長していく、そうだね、はい、キャラクターなんですけれども、クロスオーバーアプリなんかを遊んでいると結構先生的な確かにもう先大生先輩として、はい、立場上そうなってるねことが多いので、成長過程というかあれを見守ってる側からするとなんか思えば遠くにじゃないですけれども確かに、はい、もう先生になっちゃったって3位と2位が実は近しいってことは1作目そして3作目っていうところで共通した方に愛していただいているということもあるのかもしれないですね、はい、いよいよ1位の発表ということで、はい、で1位がこちらです。デスティニーと。デスティニーということですね。まあここでなんかちょっと三つどもえというかね。三つどもえの、はい、デスティニーの数字だけですね、ちょっとこうポンとステップアップしてまして、なんと163万本と。ちょっと差が2位とつきましたね。はい、つきました。そうなの。デスティニーは何作ぐらいこれカウントされてるんですか。デスティニーはですね、いわゆるオリーリー、そして、リメイク版ですね。そしてディレクターズカットの3つがカウントされてますね。ワールドワイド総合ランキングでも3位に入ってるんですよね。だったよね。はい、ワールドワイドランキングでは172万本ほとんど変わらないなんですよ。ほぼほぼ日夜でこの数字を叩き出してるっていう。これデスティニー海外でそうなんです。そうなんですって言いたくなるぐらいほぼほぼ日本日夜の方に愛していただいての、愛していただいて数字とる一方で海外の方にまだお届けできてないというそうだよね思いもあり、まさかこんなに日夜で数字を取っていようとはと思っていまして、集計をしながら私の驚きポイントです。まあただ1、2、3位が160万から120万というところで歴史を長くやっていただく中で日夜の本当にこう強固なユーザーさんにこうシリーズ通して買っていただいているっていう状況は背景に間違いなくありますよね、はい、いわゆるダウンロード版があると結構数字が伸びやすいというか長くお客様がこう買おうって思った時にこう遊んでいただけることもあるかなと思うんですけど、結構そのダウンロード版が今のところないっていうのがディスティニーのすごいポイントかなと思ってまして、そういう意味ではね今はもうパッケージではなくてダウンロードなら手に入れやすいっていうタイトルでもなんかダウンロード版がちょっとないタイトルも多かったりして、どうしてもまあこうねゲーム業界の歴史の中で長らくこういろんな作品出させてもらってるのでどれも同じ提供の仕方ができてないっていうのはね、事実としてあるんですが5年後にまたやったらこれで、ね、積み上げの数字変わってきたりするのかもしれない。5年後までにまあそのどこまでかはだいぶ難しいポイントではありますけど、なるべく遊べる環境っていうのはちょっと本当そうね増やしていきたいですよね。そうダウンロード版といっても今から PSP のダウンロードしますかっていう部分ではもうどんどんゲームの歴史っていうのはね変わってきているので最新ハードもどんどん出ていく。5年後にはもう何が出てるか分からないですよね、もしかしたらまだ見ぬプラットフォームが現れてるかもしれない、まあとはいえやっぱ過去作をプレイできる環境もよりよく広げていきたいっていうのはね、テーマとしてはずっと話しているのでまた次回の発表までにそれが反映されている、どれもこう伸びがねまた出るといいなと思いますね。では続いて北米の、地域、ランキングを発表させていただければと思います。10位から4位がこちらです。10位がテイルズ・オブ・ハーツ。で、9位エクシリア、8位グレイセス、そして7位がアビス、6位エクシリア、5位がラタトスクですね。そして4位がベルセリアということですね。ちなみにラタトスクはユニゾナトパックを含んでるですね。北米ですよね。はい。やっぱ随分また様子が変わるよね。そうですね。ラタトスクがまず5位っていうところ。そうなんです。まあシンフォニアがねワールドワイドで人気ですっていうのはさっきね最初にお話ししたのでその影響もあるのかラタ上ですね。はい。まあエクシリアとかアビスみたいな割と新しめなハードで。PS3 で遊べるタイトルっていうのが割と上位に来てるんじゃないかなとは思いますね。アビスはまあ 3DS ですけども、海外展開をこうがっつりしていった時代、10年前ぐらいのタイトルから徐々にランクインしていってるっていう感じですかね。4位のベルセリアなんかは PC 版もやったりしたことで、よりその北米含めた海外のユーザーさんに手に取ってもらう機会がぐんと増えたところがあるので、この10位以下のタイトルだと本当にちゃんとローカライズする機会が持てていないのでかなり限られた数字に実はなっているっていう
ところもあるので、昔はなんか2言語対応しかしてなかったタイトルとかもちらほらありましたもんね。日英のみとか、究極日本語だけとか、いや本当昔はやって英語そうですよねだったので、そこにアジア言語はまたちょっと別軸なのでトライしたりっていうのもあったけれども、今ってもう11とかでしたっけね。欧米っていうところ両方やるにあたっては特に欧州には言語が多いですから、その辺も含めると12言語ぐらいにこう分かれするって結構気の遠くなるような。そうですね。もう正語確認するだけでも結構な大変さですよね。特にテイルズはセリフ量とあれが多いですから。セリフが多いし、英語は少なくともボイスもやるので、同時開発ってね、これ無理ゲーだなって思いながら正直ね、自作とかもめっちゃ必死にやってますね。だから普通はやっぱり日本語版作ってからどんなに早くても半年以上はかかってるんですよ。それが本当に多言語対応の現実ではあるんだけれども、だからこそってところですね。北米も別にね英語の方だけでなく、いろんな方いらっしゃるので、それで楽しんでいただいてるんだなと思うと、頑張っていくべきかなというふうにもね、これ見ても思いますけど、じゃあトップ3、はい、トップ3いきましょうか。ではまず北米地域の3位がこちらです。はい、ゼステリア。今話した流れのやっぱり一つかもしれないですね。ゼステリアもやはり PC 版含めてやってたり、PS4 版もこう制作したりと、アニメーションもやっぱりゼステリアね展開していったので、ゼステリアクロスも含めてやはり海外のお客様に、広くこうアピールした作品にはなってるんじゃないかなと、いうふうに思いますね。3位でゼステリアの本数が60万本というところ、ちなみにベルセリアが出た年には営業部にいましたので、ちょうど端境なのね。ベルセリアを営業してました。お店の人に買ってよってやってました。1年目1年目ですね。2年目か。2年目、そうなのか。辛い。なんで実は大阪のその、上新電機さんという家電メーカーさんがあるんですけれども、日本橋のあそこでディスクピア日本橋ね。そうですそうです。あそこで体験会をやっている時にすごいテイルズお兄さんとして私有台にそのスタッフがついてないといけないというのに、近くのお客さんと盛り上がりすぎていやいいですよねみたいなの盛り上がりすぎて、普通にファン同士の会話になっちゃって、普通に先輩から怒られるっていうあれがありました。あの時の店員さんです。店員じゃねえか。店員では販売応援員です。販売応援員をやってましたね。ワールドワイドランキングでもゼステリアって実は4位そうですねということで、100うん十万本みたいな形では、半分とは言わないですけれども、本当半分近くはそうですね。ぐいっとやっぱりワールドワイドの数字北米を押し上げてくれている結果だなと思って、で北米地域の2位がこちらです。はい、ベスペリアということで、これもねさっきベスペリアワールドワイドでの話もワールドワイドでは2位だった。2位ですね。そして北米でも2位ということですね。81万本。81万本。すごいな。PS3 版はなかったということなんで、XBOX 版および今回のリマスターでの数字ということ8割近くが HD リマスターの数字。さようですか。なるほど。プロモーションにやっぱ北米にも行きましたもん。そうバンダイナムコアメリカで発売週とかに、発売日にね僕アメリカにいたかも。そうだったんですね。ホテルでねスイッチ版プレイしてしながらね、1月11日に BNEA の配信番組に出演した武田さんと一緒に。そうだったんですね。私はちなみに発売日はお店で営業してました。ありがとうございます。まだ販売してた。ベスペリアリマスターまで営業部にいました。ギリギリ、割とギリギリまでギリギリまでそうですね、営業しましたね。そうだって営業からプロダクションに来たんだもんね。営業からライツ行ってプロダクションです。そうだ、1年ライツにいた。ライツっつっても実質プロダクションにいた年のことで。年のことですね。俺の隣にいてライツやってた年。そうですそうです。めちゃくちゃでしたね、悪かったね。会社で肩書きのない存在でしたかね。会社で私と執行役員だけだったかもしれないですね。2席あった人。そうだね。僕も本当にゴーストみたいな1年間をね過ごしましたからね。IP プロジェクトっていうね、なんかちょっとインタビューとかでちらりと言ってるね機会もあったかもしれないけど、割と今年はもうテルゾールも家庭用もスマホタイトルも
まあいろんな本当に一つになってプロデュースしましょうっていう体制に会社もなってるんですけど、ちょうどこうクッションになるというか、端境の年に僕も IP を考える人間としてこうテイルズのことをまあグイグイっと考える1年を過ごさせてもらって、まあアライズ作りながらなんですけど、そんな中でトイ君がまあ会社としてはそのライツというその商品化のチームにはいつつも、実際は IP としてまあ要はシリーズブランドとしてのテイルズをどうしていこうかっていうのを一緒に考える立場で実は1年一緒に、まあ、そこからまあある意味ね一緒にさせてもらう流れになったので、会社としてはすげえ特殊だったね。特殊でしたね。まあでも本当に私にとってはまあ、移動したてだったっていうのもありますし、めちゃめちゃありがたい1年間ですね。なんかというわけでまあもうね1位は、はい、まあもう分かってるローリングというところで、はい、では北米地域の1位がこちらです。はい、まあシンフォニアということですね。これが何本ですか？はい、94万本ですね。おお、100万本に迫る勢いと。そうですね。まあ先ほどのその総合ランキング1位のシンフォニアの、まあが240万本だったんですけど、まあうちその94万本は、北米地域の方々にこう大きいですね。やっぱり北米でも、トータル数字ではシンフォニアなんですね。はい。まあシンフォニアの今アニメの1話だけを、YouTube チャンネルで置かせていただいてるんですけれども、ぜひとも言語対応していただけないかというコメントをたくさんいただいて、なるほど、いずれ必ずお届けしたい。まあこれだけゲームでね楽しんでいただいているシンフォニアですから、まあアニメもねUFOTV の OVA で本当にこうじっくり展開されたシリーズでして、完結まで結構かかってたね。結構かかりましたね。シルバラント編とテセアラ編とそれでも最後までやるんだっていうところがね、なのでアニメも含めて、まあ、ゲームもこう北米の方々に愛していただいている、では、引き続き、欧州の方の、ランキングを発表していけたらと思っております。10位から4位がこちらです。はい、では、まず10位からなんですけども、10位が、アビス、そして9位がエターニア、8位がエクシリア2、7位がグレイセス、そして6位にラタトスク、5位にエクシリア、4位にベルセリアというタイトルになってます。さっきちょっとちらりと補足を忘れてしまったんですけれども、ラタトスクって言って通じないんですよ。タイトル名が違うんです。ラタトスクって実は何にしてんだろう。ドーム・オブ・ニューワールドなんです。全然違うじゃん。全然違う。そうなんです。なので字幕ではきっとちょっと違ったドーム・オブ・ニューワールドとして、新世界の夜明けになってますね。確かに新世界の夜明けになってまして、ライセンスしていくときに英語にしてみたりするじゃないですか、グッズをですね。ナイト・オブ・ラタトスクにしてる。それは例えば日本でグッズにする時の話だよね。それはそうじゃないと分かんないからね。そうなんです、そうなんです。片や、そのグッズをまま他地域に輸出をしようと思うとですね、できないんですよね。ナイト・オブ・ラタトスクが通じない。そうなんです。もうなので私は去年なぜ統一をしてくれなかったのかというのを、まあ、当時のね、当時のトイ君からはそう見えてるけど、今から思うとどう？今から思うと、まあ今後はやっぱ統一していくべきだなと思いますね。やっぱり分かる。いやそれはそうですね。同じタイトル名で語れるってね、結構お客さん同士のコミュニケーションにとって大事かなと。確かにこの副題違ったらそもそも作品違うからしょうがないよね。まあそれはそうです。各地域ごとのタイトルに対する印象とか文化に紐づく分かりやすさとか、そういったものってやっぱりただ開発者だけじゃなくて、いわゆるマーケターというか新作考えるときにどんなタイトルにするかって今は実はもう一緒に考えるんですよね。英語の本領は僕らじゃなくてやっぱり海外、北米や欧州、基本的には世界中で一番多く触れているのは英語圏の方々にとって、この名前ダッサーみたいな形になったらやっぱりせっかくの思いがそうですね、正しく伝わらない。それはもうマーケターとしての切なる思いとして欧米のユーザーさんに素直にかっこよいと思ってもらえる、かつワールドワイド統一で表現できる名前っていうのが要は理想だって、それは当たり前のことで、昔はそういうコミュニケーションもなかったっていうところも正直あったので、今はでも時代も変わってそういうやり取りをしながら一個一個の作品の中身もタイトルもやっぱり考えていく、ここは差をつけようってところは差をつけていくし、でもタイトルはやっぱ一緒じゃなきゃコミュニケーションにならねえよっていう部分っていうのは実際あるので、結構そういうことをじっくりやりながら
名前つけてきたりもねするんですよね。アライズの名前をこう決めていくにあたってのそのまあ経緯とか過去にていちゃんブログとかでも書いていただきましたけれども、なんか苦労された経緯がそうだねまああれはさらにまあちょっと新しいタイトルとしてのシンプルな決意みたいなものも込めたいっていうところで、まあ、よりシンプルな英語というものを目指していったという経緯もまあさらにありましたし、まあ欧米含めた欧米アジアもそうだけどね、マーケターからもう何十というか100単位でこういろんな意見をもらって、さらに細かいこと言うと各国の商標が取れなきゃいけないみたいなね。それもワールドワイドになると難易度の爆上がりなんですよね。商標問題は全部の国で OK じゃないといけないので、そうなんですよね。そんな針の目を縫うようなことできるのっていうのをやってます。まあ、テイルズ・オブ・なんとかっていうセットにしてるから通るみたいなところもね、まあでもワールドワイドでものをやっぱり作って届けるってそういうところから実はね細かく気にしながらやってますよという、もうそれにすら、まあ引っかからないというか、なぜポイントがもう一つだけありまして、素直な疑問があった、9位のエターニアなんですけど、9位だね。エターニアに至っては、海外ではディスティニー2という名前で出てますから、もう違うじゃんのっていう、まあ本当にね当時の時代を感じるよね。当時は多分、おそらく海外マーケターの方々の中で、まあ、続編ものに見えた方がよかろうという思いがあったんだと思うんですけれども、今やもうですよ、もう違うじゃんっていう。いやね辛いよねこれは。まあでも本当デスティニーが売れたらデスティニー2とすべきだろうという、まあブランドとはみたいなあったでしょうね。今にして思うと思いますけど、まあまだ当時はねそういう意味でいろんな意味で牧歌的というか、そうですね。まあここまさか25年もこうね続くような素晴らしいこう IP になっていこうとはっていうところもまあ当時はあったのかもしれませんし、数字的にはねその欧州で今9位かダイヤですけども、やっぱりまだまだ数字ベースでいくとねちっちゃいんですよね。まあそうですね、当時のタイトルとかはそうですね、ダウンロード販売のそのさっきの有無もありますしね、トータルやっぱ遊んでいただける数っていうのは我々のまあ今なんか話したような取り組みによって確実に大きくなってるなっていうのはあるので、そこは本当に信じてやっていきたいと思いますね。はい、では、欧州地域での3位がこちらです。エスペリアが3位。エスペリアが3位。北米では2位だったね。そうですね。なるほど。数字的には、41万本。41万本。欧州地域って、まあ、北米と何が違うのって皆さんねあんまりイメージしにくいと思うんですけど、まず、まあ、作り手からすると欧州っていうのは別に一つの国じゃなくて、非常に多種多様な言語も多種多様、文化ももちろん違う、規模も全然違ういろんな国の、まあ、集合体として我々ここでは集計させてもらってるんですけど、僕らがまずできるのはなるべく多くの言語に同時にローカライズしてなるべく多くの欧州のその各国にファンの方々にちょっとでも届ける、そうですね、機会を増やす、まあ、それにまずは尽きるんですけど、本当のこと言うとさらにその国ごとの文化とかその国ごとのプロモーションみたいなものにもケアをしていけると、まあ、もっと数字としても伸びるかもしれないし愛していただける方増えるんだろうと思ってますが、欧州版をマーケティングとか売ってくださってるそのバンダイナムコだったらバンダイナムコヨーロッパっていうね会社があって、その上でバンダイナムコフランスとか、ドイツとかイタリアとか各国にもその販売会社っていうのが実はあって、そういうネットワークによってこうユーザーさんに直接届いてるっていう、なかなかパッと想像つかないようなね、いわゆる流通、まあ、営業だったからね分かると思うけど、そういう細かいケアっていうのが各国に実際は存在していて、その総体としてこうあるので、僕らもさっきのタイトル名じゃないけど意見を交わすにあたっても、欧州の意見もらおうぜって言ったら欧州の担当者は各国から意見を集めて大変だと思います。バラバラでしょうねきっと、それをなんとか欧州としての意見でまとめ切って日本に欧州はこう思うって言ってくれて、いやそんなんダメだよとか言われたらまあ切れるだろうね欧州の担当者はせっかく頑張ってやっと集めてきた意見をとかって現実はねそういうのが欧州というエリアなので、僕らもそれをしっかり知った上で向き合っていくことが大事だななんてやっぱり思うんですよね。うん百本しか売れないような初週に、そういう小さな国も存在していて、それを全部足して期間でやっとこの数字になっていくっていうのはそれは本当すごいことだなと思っていて、一国一国が小さいことが別に悪いことでは全然なくて、そんな国にも届け
ってもらえているってことも僕らは感謝しなきゃいけないなと思いながら作ってたりしますし、チーム内でもコミュニケーションがとっても大事な、ワールドワイドで売るにあたっては欧州ってなるとそういう意味でも特別な、思いを持って向き合ってるところがあるので、じゃあこの国でこれだけ売っていただいてっていう、この国でこれだけの人がこう楽しんでいただいてっていうのをブレイクダウンしていくとまたよりこう気持ちもひとしおね、昔はね各国でもねプロモーションでいくとねとんでもないアンギャルだ、ワールドツアー1週間で俺ね8カ国回ったこと時差も含めてね1回スウェーデンから入ってまたスウェーデンに戻ったのカウントしたのかな、そのぐらいでね1回もホテルには一応泊まったけどホテルとイベント会場の往復だけでまた空港とかまた電車で巡ったけどそのぐらい2週間ぐらい余裕を持っていきたいところですけど、大体そういう時に限って仕事って忙しいタイミングですね。プロモーションの時期ってプロデューサーの立場でいくと本当に今はパンパンではあるんですけど、でもそんな中でもアメリカにもアジアにも欧州にも行きたいって無理言ってお願いして1週間でもいいからもうなるべく1国でもいいから多く巡って私有してもらってとかインタビュー受けてみたいなことを少しずつそのファンというかねその接点も増えていくってことはやっぱり間違いなくあるので。ということで、では2位のです。2位がこちらです。はい、シンフォニアですね。2位なんだね。はい。数字はどうですか。こちらが48万本ですね。48万本ぐらい。48万本ですね。エスペリアが41万本ぐらいだったってことなんで、それよりもプラス7万本。ベスペリアは今現在集計中というか伸びている、まあそうだね、伸びしろの伸びしろがありますので、まあでもやっぱりシンフォニア欧州でも同じくやっぱり強いですね。過去ローカライズしたっていうところのスタートラインでは人気が高いというのを聞いてましたけど、数字でもそうなんですね。北米ランキングではこう競っていた3位4位に入っていないタイトルがまあ1位なのではという予想。本当ということで、じゃあ続けて1位までいってしまおうかな。はい。で1位がこちらです。ゼステリアでしたか。北米だと3位だったんですね。ですね。ただですね、非常に2位と僅差な本数になっておりまして、さっきシンフォニア48万本だったよね。そうですね。はい。なんとこちらもほぼ48万本なんですけれども、同率に近いぐらいってことなんですね。数字になってますね。なるほど。でもゼステリアそれだけ欧州ではぐっと伸びてるんですね。いや北米はさ、だってシンフォニアがさ結構94万本でゼステリアはね60万本。ゼステリアからしっかりとしたこうやっぱ多言語展開がなされ出したタイミングでもあるのではと思っていまして、その通り。ありがとうございます。ある意味欧州ではもうその最近の展開による数字の伸びが追いついてる、まさにねさっき切々と語った通りいろんな国の集合体ではあるので、なんでゼステリアはかなり、僅差ではありつつこう欧州では1位だったというところですね。かなりこう欧州と北米の方にかなりこう、多言語展開の開発支えていただいたことで総合ランキングでも4位という形になっているというところで、ゼステリアは非常にこういろんな地域の方々に楽しんでいただいているタイトルかなと。そうだね。アニメもやっぱり同時にやってたっていうところもね、ゲームではなかなかこう広げきれない IP というかね、そのシリーズの良さっていうものも伝えられたっていうのも大きかったかもしれませんね。軽くだけど分析していくとなかなか興味深いというかね。ちょっと聞いてる皆さんがどう思って聞いてるそうですね。前回の感動シーンの畳みかけから突然なんかマーケ講座みたいになってるけど、こういう数字系は一回もないかもしれませんね。皆さんの反応次第ですので、次回もあるんですよねこの番組。これ最終回じゃないですよ。もちろんこの格好では最終回だ。この格好では最終回になるかもしれないですね。もっと地味なのにします今後ね。それこそスタッフ T 的なそのテイルズオブ T 的なやつ作りたいです。そうだよね。はい。それ俺が言ったんじゃん。さも今思いついたから言いましたけれども、白か黒で、ね、僕らが欲しいと思った T シャツが次回からの何回分からのユニフォーム的な感じになってるかも。それ何回着てたってユニフォームだからいいよね。これからやっぱ YouTuber としてはもっといろんな側面見たいですよね皆さん。彼のそうどんな格好してほしいかをコメントでください。斬新。T シャツは作るんでそれ以外のやつ。そうですね。セットアップだけだったらもう11着持ってます。すげえな。どのセットアップでも大丈夫です。
はい、そんな感じでございましてまあ次回以降もいろんなネタでねやっていきたいですし、また皆さんからも引き続きもっとこんなノリが欲しいとかこんなことやれとかっていうのは、まあ、ここまで見ていただいた上でまたいろんなアイデア皆さん出していただけるんじゃないかなとも思いますので、はい、ぜひお待ちしております。ということでじゃあ次回に向けて我々はまた着替えてまいりますので、はい、ぜひお楽しみに、ということで次回の配信まで皆さんごきげんよう。ごきげんよう。ありがとうございました。